ここは都内にある風変わりな喫茶店、格芸喫茶ハメジュン。今週も屋根裏部屋からお届け。いや、お二人さんいつからなんすかここにハメジュンカップの優勝者飾られるようになったのは。まあやっぱりね、せっかく優勝してくれたんで、記念に。いや、なんかちょっといい笑顔すぎる。そうなんです。あんな笑う子だったっけ。爽やかなんだよね。でも早く時戸さんにもトロフィー渡して飾りたいですね。そっか、第1回目はちゃんと授与しないとだ。あ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。ああ、スマブラのトッププレイヤーのお二人じゃないですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今週は大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルを大特集。今宵のお客様1人目は2回目のご来店となる三重殿選手。その豊富な知識、理論的なプレイスタイルでスマブラの教科書とも言われているトッププレイヤーです。もう1人は初のご来店となるヒカル選手。スマブラ界屈指の攻撃センスを持ち、数々の大会で実績を残してきた強豪プレイヤーです。三重友選手は日本屈指のピチュー使いとして知られておりますし、ヒカル選手はスマブラ WiiU の頃世界最強ドンキーコング使いとして有名でした。また今年ドンキーコングをメインに戻すという風な宣言もされているようですけれども、そもそもなんでドンキーコングを使うようになったの最初。もうその WiiU の頃がすごい投げキャラ、もう本当に投げたら3回掴んだら勝てるんですけど、単純にそのニエトロさんみたいな強い人がたくさんいる中で経験じゃこれ無理だと。後派にさせちゃって勝てるわけがないこんな人間と思って、だったら今勝つならドンキーコングでしょってことで最初から投げキャラが好きなんですね。大好きっす。お話あるじゃん。話ある。確かに。投げキャラが好きなんじゃなくて、ザンケルがたまたま投げキャラだっただけですよ。ザニエルが遠くから手伸ばすキャラだったら使ってた？誰しもわかんない。だからやっぱ投げキャラが好きなんだよ。みんな最初そう言うんですよね。みんな最初そう言うんだよね。否定から入る。否定から入るんだよね。投げキャラが使いたかったんだろう。いや、相変わらずピチュー使いってことだもんね。そうですね。まあ日本屈指というか世界ナンバーワンのピチュー使いなんですけど、こいつさこいつよ、大好き。今も変わらずまだピチュー使ってますね。調整とか入ってもやっぱキャラ愛みたいなのってキャラ愛、最近はちょっとなんか知らないけどキャラ愛っぽい部分も湧いてきたかなとはありますね。そんなお二人の出会いについて聞いていきたいんですけれども、初めて会った時のこと覚えてます？覚えてますよ。僕は覚えてますよ。あれでしょ、スマバトでしょ。いや、いいぞ始まったぞ。もういや、僕もその時ニエトロさんも大スターなんで、僕はもうキッズなんですよ。いわばそんな強くもなく、最初その関東の大会に行く時に僕関西勢だったんで、みんなで行こうみたいな感じで車乗って行かしてもらった泊まり先がニエトロさんのお家で。家止まってんじゃん。なんで忘れてんの？そうです。いや、僕の家マジでしょっちゅう人が無限に泊まりに来たり入れ替わりがしまくってたんですよ当時。スマブラ勢そうなんですよ。だからもう全然覚えてなくて、あんまり正直。挨拶もしたんですけど、よろしくお願いしますって、ヒカルって今すごい見てますいつもって言ったら、いやいやゆっくりしていけないの。本当それ？本当なんですか？でもその日夜中の1時とかだったんで、当日会場でもう一回挨拶させてもらって、まあ頑張ってねみたいな。いや本当こんな感じです。プレイヤーとしてはお互いのことをどういうふうに感じてますか？ヒカルくんはその一発当てるのがうまくて、あと割り切りがすごい人だなっていう、負けそうになった時とかって弱気になったりするじゃないですか、そこでもうあえてもう特攻するみたいな、やられても仕方ねえから俺が先にやるわみたいな感じのプレーとかが、またそこで割り切れるのがすごいなっていうのとか、守りはちょっとまだまだ甘いところが多いんですけど、その攻めが本当にすごくて、その攻めてる時の相手の心理とかそういうのをしっかり読んで一発どでかいのボーンと当てるみたいなのが非常にうまいんで、もう本当に攻め特化のプレイヤーっていうイメージですね。ヒカルさんからしてみたら逆に守りというか、メンタルの強さやっぱピカイチなんで、ずっとその自分のやってきた練習を本番でもちゃんと出してやってきたから、じゃあもう別にいつもとやること同じだよねみたいな、いつもやってることを大会でやるだけだよねっていうメンタルで大会に行ける人間が何人いるんだって話なんですよ。確かにね。そう大会だとやっぱり緊張が入っちゃったり、違うやばいどうしようとか焦っちゃったりとかなるのに、本当になんなくてずーっと同じ、ずーっと硬いままで勝って淡々と勝っていく殿さんは無理です。今度人にこれ真似できないんで、すごいずーっと参考にさせてもらいながら、やっぱ上にいる人なんだなっていうのは変わんないですね。
今年すごいなんか大変な年だったですけど、どう過ごされてました？結構スマッシュブラザーズってやっぱりその海外大会がすごい主戦場というかイメージがあるんですけど、まあ僕はマジで普通にスマブラしてましたね。変わらず。単純にこの期間大会がなくてモチベ下がる人が多いと思うので、逆にそれがチャンスだなと思って普段通り、あと筋トレとか、今のうちに体作るかみたいな。模範解答が出ちゃって光くんこっからどうするって感じで僕はね、なんか美味しい油そば屋とか探してましたね。東京来てよかった東京来てね、悪いことばっかじゃないですね。いやでもゲームもしました。本当にこの期間のおかげでいろんなゲーム触れたら、普段スマブラしかしないんで、まあちょっとリフレッシュじゃないですけど、まあ今年1年ゆっくりするかぐらいの気持ちで入れたんで、まあ息抜きも大事ですよ。でもストイックなのは確かにニエト君のストイックさはちょっと感じるね。だってマラソンとかやってたのもんね。あ、そうですね、長距離やってて、高校駅伝でそう全国駅伝なんか走っただけなんで。そう、駅伝のアンカーだぜ。スマブラやる必要ないじゃんって言ったら、スマブラ好きなんですって言ってね。もう注目されてんじゃんそこでって。でこの秋なんですけども、10月スマブラのアップデートがありましたね。話題になったね。はい、まずマインクラフトから新ファイターが参戦しました。スティーブ、そしてアレックス、そして同時に、キャラクターのバランス調整なども行われたと。どうでしたか？いや、びっくりしましたね。やばかったっすね。また1個壁破ったっすよね。そうなんかあんなビッグタイトルなのに常にキャラクターの参戦挑戦し続けてるもんね。そうですね。性能もちょっとなんか強いとかいうのを聞いて、強そうな感じはしますね。匂いは現状は香りはします。新ファイターが登場して、その同時にバランス調整みたいなのがあって、注目するキャラクターとかっていました？俺トノさんにも聞きたいそれ。前回ぐらいのアップデでちょっとディディコングっていうキャラクター、前作暴れ回った猿がいるんですけど、だからちょっとそいつは強そうだなとは思ってます。ディディが強くなった。はい、もし強い使い手が現れたら全然暴れるなって感じです。やったらいいじゃん。ドンキーからディディに行きましたって言ったら。違う、僕よりトノさんっす。そうなの？ディディコング使いなんですよ、もともと。そうなんだ。そうなんだ。前作は使ってました。ピチューをもしメイン変えるのであればディディは候補のうちの1体ですね、今は。いやでも僕も一緒っすかね。ディディコングはやっぱあります。そんなに注目株なんだ。ドンキー使いがディディ使いになった方が面白いと思うからね。ディディ使いはいいの。同じコングですけど全然違いますよね、キャラクターが。そうなの？全然違うんです。もうディディコングは相手の攻撃見て差し返すみたいな、バナナ持ってずっと待ってるみたいなキャラなんで、もう無理です。我慢できる。ブツブツ出てきちゃうんで待ってる。うわーね、やっぱそんな話をなんか聞いてたらスマブラやりたくなってきたんだけど、スマブラのいいところはみんなでワイワイできるところだよね。俺といつかちゃんを入れてパーティーゲームやってもらってもいいですか？行きましょう。やりましょう。はい、それではまず2対2のチーム戦を行っていきましょう。このチーム決めはいつかちゃんに決めてもらいましょう。私ですね。前回、ジュンさんはニエトノさんと組んで勝ってるじゃないですか。そうなんですよ。ニエ強いんですよ。そうだから今回はちょっと私がニエトノさんを奪います。やだ、拙者ニエがいい。拙者ニエがいい。ヒカルさんと仲いいじゃないですか。ヒカルくんも好き。分かった。はいやらせていただきましょう。はい、お願いします。ニエトのいつかチーム、光る歌広場チームに分かれて対戦。果たして勝つのはどっち？ルールはアイテムありのチーム戦タイム制ですね。はい。さてファイターはどうするのか。弱点はないってディオじゃん。時間止めないだけマシまである。悲しすぎる。ディオじゃん、ジョジョの。トノさんなんか悩んでます？いや、ヒカルくん選んでいい？全然先に。先にこれは勝ちたいムーブ。相手のキャラに被せるという。じゃあ僕のキャラトノさんがお互い選びます。お互い決める？じゃあヒカルくんはダックハンター。ああ、なるほどね。トノさんなんかかっこいいし、そうですね。トノさんパックンフラワーとかどう？高度な読み合いが行われてるのだけは分かった。ダックハント、パックンフラワー。から俺ら。緑色がニエトの5日軍。対する黄色。こちらが光と歌広場。アイテムありです。うわ、何これ。この時間制限内にたくさん撃墜した方が勝利しますが、なんだディオの話してから時止めてきた相手。いや、もういきなり俺。時が止まってるぞ。ディオの話してから相手時止めてきたんだけど。と。ここまではニエトのはかなりいいペースか。土管の上にパックンフラワーが土管ありで座ってるの可愛いですね。
やべ最強ポケモン来た。いいぞ。あ最強ポケモンって何あテレグママジ強いです。2フレで勝てます。どういうことだよ。2フレで相手飛ばします。バックフル。知能指数下がりすぎだいぶ下がってる今。どういうことだ。またなんかダウンした。なんとかすることがよしよしよし。ニエトノがついに一矢報いた。いい感じいい感じ。されました。いやいつか光ってるよ。いつかちゃん勝ってる。使いました。 B で。俺どこにいるの？端っこめっちゃ。俺は誰？いや俺誰ってか。脳みそからビーム食らってる。んの？脳みそからビーム食らってるよ。うえ。エブリいいよ。当たってない。あーくそ。吸い込んだ。よし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 。二人吸い込んだよ。切り札でいけるね。ニエトノいつか両方。いやニエトノは生きている。ああスマブラ最高。センス光ってるよ。ありがとうございます。あちょっとこれいいんじゃない？何何です出か？た。何これ。俺も強そう。飛んでないねバックが。何？操作やべえ。やってんな。あニエこのゲームやってんな。やってるでしょそりゃ。相手ちょっとうまいっすね。あこれ切り札があるのか。これ欲しい誰が取るんだ。私の欲しい。私もなんだ。いける。あー吸い込んだ。お前一試合に2回決める男。まだある。スカを倒したらニエトノが残っている。さあここでポケモンスタジアムにステージが変更されましたが、相手2人当たった。何？ダックアウトの切り札。なんとかね。はいいいよいいよこれ行く？オッケーオッケー1人倒した。トロさん倒した。ニエトノが打った。殿こらこらロックないの。おい竹際パーティーの意味知ってるか？楽しませろよし。さあまたステージが変化しまいいした。戦いになってきてる。残り時間がもう20秒しかないぞ。マジ？いけいけ。俺が燃やしてるうちに頼む。チームプレーがカールのパーセンテージはかなり溜まっていますが俺が草燃やしてるうちに頼む。いちかちゃん頼むから一回落ちて。私必死に逃げてるんですか。ステージの中央で頑張って逃げていつか。トロさんが強え。そして打たずに対して最後攻撃。4、3、2、1、やってタイムアップ。惜しいっすね。さあ結果はどうだったのか。どっちだろう。うわ相手だ。勝利したのはニエトノ一花ペア。やばいこれトロさんが6人ぐらい倒してるわ。うわ申し訳ね楽しすぎる。いかがだったでしょうか。いやなんかひどかったですね。もうものすごく嫌な気持ちになりましたけど嫌な気持ちになりましたけど、パンチはなんか 2回ほど食らわしたんでまあよしとします。まあやっぱ最初のステージがパックンフランのステージだったってのが大きかったですかね。マリオのせいね。マリオのステージなんで。やってみて思ったのはやっぱニエなんだよな。ああやっぱニエなんだよ。みんな言いますね。勝ちたかったな。いや結構ねお互いうまかったんですよね。いいプレーできたと思うんですけど、なんか時間止めてきたのがねなかなか。いきなり技ありだったもんね。そう。1枚上手でした。負けました。ありがとうございます。いやもうパーティーゲームとしてのスマブラも最高なんだけどガチの見せてもらえませんか？どうですかねこれ。これは見たいよね。じゃあお二人にお願いします。お願いします。お願いします。はい、それではエキシビジョンマッチを見ていきましょう。まあさっきチームでも勝ったんで、タイマンの方もねしっかり勝っていきたいと思います。勝ちそう強そう甘えがないもん。甘えがない。まあニエトノさんやっぱ通常の手段だと勝てないと思ってるんで、まあ、いつもの小足をここで見せてもいいのかなとは思ってます。勝ちます。最後はニエトノ選手とヒカル選手、トッププレイヤー同士の対戦です。 1P 側左がピチューですね。ニエトノのピチュー。そしてこれ画面上では逆ですが左側にいるのがヒカルのドンキーコング。でかい。選ばれたのは、ポケモンスタジアム。レギュレーションこちらはいわゆる3ストック制、3つのストックを先になくした方が勝利。でパーセンテージのねが多かったらこう吹っ飛びやすいとかっていうのはそうですね。他の格闘ゲームとはかなり違うこのルール。なんでしょうね。やっぱドンキー対ピチューで絵面的には弱い者いじめしてるように見えちゃうっていうね。そういうのに負けずに頑張ってほしいです。どうもこれピチューもかなり火力はあると、一度こう技が決まると
一気にこうパーセンテージをこのように稼いでいけるというのがこのピッチューの強み。ピッチは自分の攻撃で切れちゃうんだよね。そうですね、少しずつ自分で関連しちゃうという。来た来た。まず撃墜を果たしたのはニエトのヒカルのストックスに、しかしここでニエトのねパーセンテージもかなり溜まっていますよ。 131%。 何か大きい技が当たればというところになってきてはいるんですけれども、そこをうまくかいくぐりつつ、投げ込みたいな。さあ、敵は攻防でしょ。連打攻撃連打今何起こってた？ジャ攻撃の連打で、おっとしかし復帰した後に撃墜を果たしたのはヒカル。ストックスは並びました2位に。しかしヒカルのパーセントが少しずつ溜まってきます。反撃しっかり。ここも起き上がり攻撃からスラッピング打ち上げます。このジャイアントナックですね、通常した技、これが溜まっているんですがどう使うか。溜まって、おっと、ミスになってしまったか。どういうこ雷での撃を狙ったんですけれども、これはうまく当たらず。リードは光る。ただパーセンテージはかなり溜まっている。撃墜できるか。と？元の重さっていうのも重要ですよね。ドンキはかなり重たい。重たいと吹き飛びづらく、パーセントが溜まっていても撃墜されにくいんですが、これはかなりの、溜まってました。これはもうほぼ五分と言っていいでしょう。同じパーセント。最後のラストストック。先手を取ったのはニエトの速い動きを使って崖際の過激ですが、空中後ろから攻める。いやしかし上から回避。投げているのは光る。どうなる。ここは回避するが空中後ろ。そしてここはうまく崖に伝わりながら反撃。どうなる。どうなる？どうなる？一応ステージの中央に逃げる。石化で速い展開。一応入れ替えて。さあお互い撃墜が近いぞ。ステージ中央カード反撃。ニエトのか光るか。細かい動きが。おおどうなる。残った。うわー決まったか。勝者光る。かっこいいぞ。いかがだったでしょうか。早いっすトロさんマジで。読み合いはやっぱ強えなって思ったんですけど、雷で落ちてった事故と体力差のおかげでなんとか新勝って感じなんで使いましたマジで。ありがとうございます。そんななんだ。そうですね、1ストなくても勝たないといけないカードだなと思ってるんで、ちょっと、ところどころ甘さがあったのと精度が悪かったのが敗因でしたね。それ勝敗のポイントになった部分といいますかシーンというのは一体どこにあったでしょうか。今は最初は下火ハンドスラップ使って地上のピチューをかわしてというか制圧してたんですけど、ニートロさんが結構飛びから差し込んで対応してされてたんで、後半はちょっと空中後ろ多めで横強と対空しつつ、外に出せる展開から撃墜できたのは、試合運びとしては良かったんじゃないかなとは。そういう途中の読み合いの変わったりとか技の対応とかできたのはうまいこといったんじゃないかなと思います。明確なのはなんか自分勝手に落ちてったんでそこはだいぶ響いちゃったんですけど、細かいそのドンキーコングってやっぱ大振りなキャラなので、細かいところを取らなきゃいけないんですけど、そういうのを取り逃してたのと、どんどんやっぱ圧が増えてくるんですよね、ドンキーコングってそこの圧にうまくやられたなって。もうその先ほど言ったように光くんも動きを変えてたので、なんでどこかで変わったっていうよりはその試合運びでうまくやられたなって感じはしますね。なるほど。それでは、お二人対戦ありがとうございました。ありがとうございました。初級者いつかが格ゲーにチャレンジ。格ゲーレッスン。今回は CPU 戦を通して水葉先生からアドバイスをいただきます。よろしくお願いします。お願いします。これミサさん、誰と戦えばいいかとか、そういうコンピューター戦僕はいつも CPU と戦うときはいろんな行動をしてくれる豪輝を選んでいるので、じゃあちょっと豪輝で行ってみましょう。CPU レベル6の豪輝を相手に対戦です。見てたね。しまったしまった。大丈夫だよ。中橋中竜巻だもんだって。上レベル飛び込んできた。美味しいよ。ナイスガード。やる。飛び道具も
止められるように。この後どうすんの？関係あるよ。狙ってた？マジ？めちゃくちゃうまくなった。いや今の内心プラスですよ。続く第2ラウンドは接戦の末惜しくも KO。 いよいよファイナルラウンドへ。立ち強パンチも一応対空になるんで、狙いもめっちゃいい。要所要所のしゃがみジャックパンチがちょっといいね。スタンがよし安くすんだ。おおやる。この巻き込み方。やる。惜しい。お深いの？もう一回。いやこれはいけるでしょ。さあここから。すごいよいつかちゃん。すごいよいつかちゃん。うまかったっすね。心臓がもう破裂しそうです。ドキドキしちゃって。うまかったです本当に。しかもそのミスをした時もこれやりたかったんだろうなっていうのが伝わってくるんで、練習すればもっと絶対上手くなるので、楽しみですねこれからも。はい。私でもオンラインの大会とかも一度出たことあるんですけど、はい、やっぱこういう場とかでもすごく緊張しちゃうんですよ。もう心臓がドキドキして、はい、その自分のそのプレッシャーというかそういう緊張に勝つためにはどうしたらいいですか？練習して自信をつけることがその緊張を和らげられることだと思いますね。あとはその緊張を嫌いにならないというか、緊張するのもやっぱり高揚感あって楽しいので、なので練習して実践でできて楽しいっていう思いを大事に練習して精度を高めていけばもっと強くなると思います。頑張ってください。はい、わかりました、ありがとうございます。練習して精度を高めれば強くなる。もっと自信をつけて緊張すら楽しめるようにしよう。はい、本日も閉店のお時間となりました。ニエトの選手、そしてヒカル選手いかがだったでしょうか？ヒカル君とは普段から仲良くしてるんで、こういう場面でねヒカル君と一緒に出てれたっていうのは、楽しかったですね。今後もしよければぜひ呼んでください。またお願いします。そして、ヒカル選手いかがだったでしょうか？楽しかったな。なんかしみじみとこの楽しさを今噛み締めてる状態で、なんか本当にこのしんどい期間がずっと続く中でこういう楽しい企画に呼んでいただいてすごい嬉しいですし、自分が一番楽しめたなってすごい思います。だから今後もしよければぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。各駅スターメジュン、今夜のゲストはニエトの選手、そしてヒカル選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回はグランブルーファンタジー VS タヒチ選手とモッチー選手が初来店。お楽しみに。